あら、おかえりなさい。早かったのね。おお、早かったな、健介。何ぼーっとしてるのよ。別に勝手に上がったからって怒ったりしないわよ。ここも健介の家なんだし。そうだ、おかえりと言っていなかったな。おかえり、健介。何って、何もしていないが。だって健介、俺が寮で獲物を仕留めてくるから夕飯は任せとけとかなんとか言ってたじゃない。野菜切るのとご飯炊くのしかしてないわよ。さては、何も仕留められなかったな。なら何？さっきから。別に珍しくもなかろうなあ。そうよね。別にいつもしてるし、普通よね。おう。そうか？変わっているな。それより本当に私、健介が言ったことしかしてないわよ。ちゃんと夕飯なんとかなるんでしょうね。だって健介が料理するところなんて初めて見るし。することないって。だったら何作るのよ。もう引っ張るわね。やっぱりついていく。クオンも行くわよね。無論だ。どうぞ。どうしたんだ？そういえば、そんなこともあったな。もういつの話よ。って何持ってきてるのよ。何じゃなくて。鍋を台所から持ち出す人がありますか？罰が当たるわよ。なるほど、鍋か。鍋は見ればわかるわよ。いや、そうではなくてだな。鍋料理というやつだ。
だから鍋で料理するのは当たり前。そうでもなくて、健介、狩りに出た時に里の宿に泊まるとたまにな。民の間にはそういう種類の料理があるのだ。へえ、鍋料理ね。それはなんだ？なるほど、ここで煮るわけか。よくわからないけど、煮物なら味は濃いめにしてね。クオンはそっちの方が好きだから。鹿か？仕事をヒヨたちに任せてのんきなものだな。鉄砲か。どうであった？旧式？今使ってる鉄砲はどれも南蛮製のはずだが、そんなものがあったか？ああ、顆粒層か。あれは良くない。とにかく使い手を選ぶ。確かにいい匂いはしてるけど、本当に美味しいの？これ。そうなんだ。本当にバチ当たらない？この鍋から直接取って食べるの？それは別にいいけど。うん。では、いただきます。いただきます。おいしい！ちょっと何よこれ。ただの具の多いお味噌汁か汁の多い煮込みくらいに思ってたけど、全然違うじゃない。違うぞ。だが、それは味噌汁でも同じではないか？そうよね。そうね。うまい。
でも2人ともこんな美味しいものをいつも食べてたんだ。別にいつもではないぞ。たまにだ。でもなんかずるい。なんでこのネギもこんなに美味しいのよ。ただ切って煮ただけなのに。そりゃ覚えるほど難しい料理じゃなかったけど、人が作った料理って美味しいから今度も健介に作ってほしいな。そうだな。それに2人でこの量はさすがに多いぞ。やはり健介が来るしかないな。毎日。私は別にいいわよ。あら、このお肉も美味しい。そうだな。そうか。いや、そうだな。今は健介には存分に働いてもらわねばな。健介もたくさん食えよ。ああ、健介がここに住むなら毎日お豆腐のお味噌汁作ってあげてもいいのにな。健介？なんだと、そこまでか。もうお嫁さんにはなってるから求婚はしなくていいけど、そのくらいならいくらでもしてあげるわよ。健介！どうだ、うまいか、健介。ちょっとクオン、何やってるのよ。ほら健介、水。クオン、健介を殺すつもり？いや、うまくなかったか？そりゃ鍋から取った鹿肉を直接口に突っ込まれたら熱いに決まってるじゃない。いや、我は何か間違っていたか？南蛮の恋人同士は互いに飯を食べさせ合って愛を深め合うと聞いたのでな。
金柑。というわけで食え健介。そういうことなら私もやるわよ。はい、健介。何？違うの？それを食べきるのが愛じゃないの？あん？あーん。なるほど。金柑が言っていたのはこれのことだったのか。うまいな。健介、私も。あーなんだかいいわね、こういうのも。そうか、冷ましてやればいいのか。だがこれは少々気恥ずかしいな。じゃあ今度は私もクオンにしてあげる。はい、お野菜冷ましましたからあーんして。だから恥ずかしいというに。健介の言う通りよ。はい、あーん。まあそうか。あおいしい？じゃあ今度はクオンがしてちょうだい。ああ、ならこの野菜でよいか？ちゃんと冷ましてよ。熱いのは嫌だからね。わかっている。ほら、あーん。あーん。次は健介にしてあげましょうか。なら我もそうしよう。ほら、口を開けろ健介。あ、クオン。だがうまかったな。健介、また作ってくれ。そうね、また食べたいわね。ゆいな。はいはい。どうしたんだ健介。変なの？さっきも話したが、そんな珍しがるようなことか？もしかして健介もしてほしいの？さっきからずっと見てたし、してほしいのかなって。別にいいわよ、このくらい。クオンもいいわよね。別に構わんが。ですって。なんでさっきから敬語なの？
いいって言ってるでしょ。何かあるの？だったら早く頭乗せる。どう？安い幸せね。そんな大層なものじゃないわよ。まあ、ユイナは大切ではあるな。そう言ってもらえるのは嬉しいけど。あ、そうだ。健介がうちにずっといてくれるなら、お味噌汁もだけど、毎日これしてあげてもいいわよ。健介？もちろん。どう？ユイナ。冗談よ。クオンが天下を取るまではお預けですからね。我の天下はユイナの膝枕以下か。ほらほら、すねないの。当たり前だ。お前は我の夫なのだからな。そうだ、食後のお菓子に干し柿があったんだけどいらないわよね。ああ、今はいい。でもクオンが干し柿いらないなんて珍しいわね。そんな便利な臓腑があるのか？そこまで好きなわけではないぞ。それに干し柿はそうそう腐るものでもないだろう。それはだが今の腹具合では実はこっそり用意してあったのよね。何？であれば痛ませてしまうのももったいない。冗談ね。そうそう、可愛いわよね。別に可愛くなんかないぞ。甘いものが好きなくらい普通だろう。ええ、さっきみたいに残念そうにしてるところとか。可愛くなどない。そうだ、健介、さっきの話だが、鉄砲隊の件、お前が鉄砲を使えるなら長蓮も貴様と金冠に任せたのでよいな。構わん。まずは使い方を覚えるところからだろう。それができればあれは何とでもなる。弾さえ込めれば、あとは先を向けて引き金を引けばなんとかなる。それが槍や弓とは違う恐ろしいところよ。
玉薬に関してはこちらでも用意してやるぞ。石高を増やせってこと？おお、何か良い案があるのか？思いつくも何も貴様ならいくらでもあるだろ。例えばさっきの鍋を広めればよい。手を加えた火鉢も売れるんじゃないの？それこそ店を開いてもよいかもしれんな。まあそう言われるのは嬉しいけど。そうだ、前になんとかいう料理屋でいろいろ画策しておっただろう。あれは上がりを取っているのか？ならば豆腐の味噌汁を流行らせて豆腐を売る店を開けばよい。なんなら1000倍の許可も出してやるぞ。貴様は本当に金儲けの才能がないな。健介はそれでいいかもしれないけど、ヒヨやコロはちゃんと養えるようにしなさいよ。そうするがいい。そういえばヒヨやコロで思い出したけど、健介。おい、ゆいな。こういうのは早いうちがいいでしょ。違うわよ。そんなに気に入ったの？そうじゃなくって、健介はなんて言ったらいいのかしら。クオン。だから今聞くのかと言ったではないか。どういうことだ？あの二人は貴様に預けると言っただろう。あんまり違わないかも。健介はあの二人やシノのことどう思ってる？そうね、例えば側室とか愛称として迎えたいとか思ったことはない？それは例えばではないだろう。だって他にいい言い方がわからないんだもの。それ以外にどういう意味がある？要は側室を増やしたいと思ったことはないかと聞いているのだ。もう少し分かれ。あるの？ないの？あれば増やすのか？って
当てがないわけないでしょ。あれだけ垂らし回っておいて。ヒヨとかコロとかシノとか。麦穂やワンコあたりも怪しいな。案外ヒナやワカナあたりも。まさかミツキまで。まあどこまで垂らしたかは知らないけど、世の習いとして名の通った武人が側室や愛称を多く持つことはごく普通のことよ。健介はその気がある？あの子たちはそうは思ってないんじゃないかしら。多分誘ったら喜んで側室や愛称になってくれると思うわよ。あら、もういいの？そう。ちょっとあの子たちには聞かせられないわね。なら、ヒヨたちが本当に望んだなら、どうする？そう。そうか。健介。なるほどね。そういうところがたらしって言われるのね。たらされた私が今更言うのもなんだけど。まったくだ。自覚がないのが一層たちが悪い。もういい。今の話はしまいだ。とにかく、お前の一番の妻は我だからな。それだけはいいな。忘れたら承知しないわよ。そういうことを言うやつがあるか。私は？バカ者。ああ、クオンと一緒なんだ。まあ、そういうのもありかもね。ユイナまで。
そうね。貴様ら、寄ってたかって。そうだ、健介。今日は泊まっていくでしょ？今日は健介が真ん中でいいのよね。待て。どうして今日も小谷のしきたりで寝ることになっているのだ。え？真顔で返すな。ええ、私が右でクオンが。おい！クオンが右の方がいい？そうではなくてだな。ダメなの？よくない。なんでって。お前たち、分かって言っているだろう。ちょっと、健介は私と寝るのがそんなに嫌？じゃあ仕方ないわね。そういう意味ではない。じゃあ間を取って私が真ん中にしましょうか。貴様ら。別に嫌というわけでは。だったらケツを取りましょう。小谷でいい人。決定ね。じゃあどこで寝たいかはクオンから決めていいことにしましょう。クオンはどこがいい？ああ。クオンは誰と寝たいのかしら？さあ、織田三郎、クオン、信長、返答やいかに？健介が真ん中。